こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今からちょうど1年ほど前に諏訪大社下社秋宮というプラキットがプラムさんの方から出ておりましたので、これを購入してその後諏訪大社の現地調査に行ってまいりました。それでその時撮影した資料をもとに模型制作をいたしまして、ジオラマの山の上に配置して、あと諏訪大社自体の紹介も一緒にやっていけたらと、そんな風に考えております。ちなみにこのプラキットのお値段は4290円。私は先行販売で少し安く購入しております。キットを組み立てます。ではエアブラシを用いて色の種類は7種類塗装してみました。社殿の茶色は少し濃い茶色、廊下とか外周の柵などは少し薄い茶色としております。あと狛犬に屋根の方は二重になっておりまして、外側は濃い青みがかったグレーとしております。説明書にこの色の調合方法など細かく記載されておりますので、これに準じた調合としております。それで今回はいろんな作業を兼業してやっている関係で部品などなくしそうなので、ランナーから切り離さずに塗装したんですけれども、その後ランナーから切り離してヤスリがけをして、この時に調合した塗料を少し残しておいて、ヤスリで断面を整えた後にタッチアップのような形で塗るというような手法で進めております。ではカットの作業も終わりまして、組み立てに入っていきます。まず基礎の部分から床、それから外周の柵ですね。ここまで来ると組んだ後手が届かないようなところは先にウェザリングしておきます。まず筆で塗って、その後余分な塗料を綿棒などで拭き取って、自然な感じに見えるようにしておきます。その後こちらは神楽殿になりますけれども、胴体の部分を作って、あとは屋根をつけていきます。屋根の内側は見えるところだけの塗装としておりまして、これを貼り合わせるとこんな感じで、社殿に乗せるとこんな感じで、さらに前方両サイドに狛犬、さらにしめ縄をつけますと神楽殿の完成となります。今度は奥の拝殿の方になります。向かって右側が左片拝殿、左側が右片拝殿となりまして、それで中央に来るのが平拝殿、あるいは御社殿と呼ばれる建物となります。それで最後に四隅に御柱を立てて拝殿の完成となります。それでこの2つの建物を合わせますとこのようになるということでございます。でその後サイズに応じてベニヤ板を切り出して、その上には1センチ厚のウレタン素材を使って外回りを作っております。その後は階段を作りましたが、階段の作り方についてはこちらの動画をご覧いただくこととして、次に切り出したベニヤ板を木の枠で補強しまして、さらにもう一つ木の枠を作り、上下2段構造のようなこんな感じにしておりますけれども、本来トンネルを作りますと、例えばこの辺りに穴を開けて脱線した時とかメンテナンスするスペースを作るんですけれども、今回はこれを神社が上下取り外し可能なことによって補おうという考えでございます。現地へ向かうのだ。こちらはとある日のお昼前の新宿駅10番ホーム。乗車するのは E353 系12時ちょうど発松本行きの特急あずさ21号でございます。
私は関西は兵庫県の在住ですので、朝早くから神戸空港に行き、飛行機にて羽田まで向かい、その後は京浜急行で品川、それから山手線で新宿まで来たというわけでございます。常識的な判断として関西方面から諏訪大社に向かう場合、名古屋経由で特急しなのに乗るのが普通なんですが、この353系には乗ったことがなかったので、今回はかなり遠回りになりますが、このルートを選んだということでございます。ちなみに昭和50年代の頃にあずさ2号という歌が大ヒットいたしましたが、その頃から8時ちょうどとか毎時00分に出発するダイヤが今も組まれておりまして、様々な特急列車が現れては消えていく中、この特急あずさは50年以上ほぼ変わらないダイヤで走り続けているという根強い特急となっております。こちらは八王子駅付近、横に見えておりますのは滝線型液体を運ぶタンク車両となりますが、その中でもこのタイプはアメリカ軍の基地が3カ所ほどありますけれども、そこにジェット燃料を運ぶ専用の車両となっておりまして、通称米タと呼ばれる車両でございます。では列車は東京都から山梨県から長野県に入り、途中茅野駅で特急から普通列車に乗り換え、2駅進んで下諏訪で下車いたしました。目的地の諏訪大社下社秋宮は駅舎を出ると右方向に、こちらの方向ですが、おそらく1キロもないかと思いますけれども、歩いて10分ほどで到着いたします。では鳥居の前に到着いたしました。いろいろと似せて作りたいなと考えておりますが、まずはこちらの建物から作っていきたいと思います。利用しましたのは 3K の懐かしのジオラマシリーズ小さな神社、こちらはペーパーキットになっておりますが、内容としましては小さな社殿に手水、それから物置が付属しております。今回はこの物置を利用しまして先ほどの建物を作りたいと思いますが、周りを囲う柵といいますか、格子状の敷居になると思うんですけども、これと神社の銘板の材料といたしましては、グリーンマックスの息子作りの町屋と下田屋、こちらのキットからパーツを流用して作っております。続きまして鳥居と灯籠になりますが、鳥居の色はちょっと濃いめ、それから灯籠はいい形のものが見つからなかったので、ちょっと形状としてはかなり違う形になりますが、こんな風にしてみました。この鳥居と灯籠に関してもグリーンマックスのキット、土蔵店蔵の方からの流用としております。続いて左手の方には手水がございますが、こちらは先ほどの 3K の小さな神社ペーパーキットの分をそのまま使いまして、この手水の奥には千尋池と呼ばれる池があるんですが、これも縮小をかなり小さくすれば入らなくもなさそうなんですが、ちょっとやめにしておきます。ということで入り口付近の配置はこんな風になる予定でございます。では鳥居をくぐりまして、正面に見えているのが霊入りの杉という樹齢およそ600年から700年ほどの大木で、この木の枝を煎じて飲ませると子供の夜泣きが止むと言われているご神木でございます。それでこの杉の木の根元の囲いをまず作りますが、こちらが津川横さんの作です。本来こっちの向きですが、これを逆さにして作ろうという考えで、
実際の囲いの形は六角形なんですが、ちょっとスペースの都合でこんな風な長方形にしておりまして、下には 3mm 厚のスチレンボードで土台を作ってこんな風に作っております。で、こちらが自作をした杉になります。木の作り方についてはまた別の動画を作りたいと思いますので、とりあえずはこんな風になったということでございます。続きまして、この下のスロープと階段なんですけれども、こちらもスペース上の関係でこんな風な普通の階段にさせてもらっております。それと階段の下のインターロッキングの部分ですが、これはこのような紙素材がありましたので、この切れてる部分、こちらを利用して貼り付けております。次は境内の地面なんですけども、石畳と砂利がありますけれども、ちょっと高さの関係でこんな風な切れ込みを入れまして、それから灰色のパウダーを巻いてみました。使ったパウダーの原色はこんな色なんですけれども、木工用ボンド水溶液で巻きますとこんな感じにかなり濃い色となりました。ただ色のコントラストがはっきりして、むしろこの方がいいんじゃないかと考えまして、このまま進めたいと思います。それでこちらは神楽殿ですが、このなんて言うんですかね、のれんではなさそうですね。すだれでいいんでしょうかね。これとこの下の敷のようなやつ、これらは神楽を舞うときは外されるわけですが、こちらの方は少し考えがありまして、夜間ライトアップの神楽などを表現できたらなと考えておりますが、今回はとりあえずこのまま進めたいと思います。続いて奥の拝殿の方にやってきました。拝殿前のスペースには灯籠とか木々がたくさん入っておりますが、この N ゲージの弱点としまして、こういった細かい木を密集させて生やすというのはなかなか難しくて相当手間がかかりますので、ここはちょっと手抜きですけれども、左右2本ずつの設置としております。また灯籠につきましてもいい形のものがなかったので、かなり違うものになりますが、こんな風にしております。チャンネル登録よろしく。続きましては、拝殿四隅にあるのが御柱で、向かって右手にあるのがこちらの1の御柱となります。それで拝殿前方を突っ切るような形で向こう側にあるのが2の御柱、この裏手にあるのが3の御柱で、1の御柱の裏にあるのが4の御柱ということになりまして、切り出された木の大きさによっても変わるそうですが、だいたい長さが19メーター、重たさは 7.5 トンが平均だそうです。それで7年に一度この御柱が交換されるわけですが、その時に行われるお祭りが御柱祭ということで、少なくとも1200年以上は続いているというお祭りで、諏訪大社は下社秋宮の他に下社春宮、それから上社も元宮と前宮、合わせて4つの神社に4本の御柱が必要ですので、合計16本のもみの木を山から切り出して、それを引っ張ってくることそのものがお祭りになっておりまして、細く曲がりくねったところを進んだり、あるいは川の中を進んだり、見せ場はいろいろとあるんですけれども、最大の見せ場とされているのがこちらの木落坂というところで、最大斜度35度の崖をこの御柱に乗って一気に下ってくるというのが最も有名ということでございます。その後、冠落としと呼ばれる儀式で、柱の先端をこんな感じに整えて、あとは神社の拝殿の四隅に配置立ててお祭りは終わるということなんですが、上社と下社では
通るルートとかお祭りの内容が少し変わるようです。そのあたりいろいろと面白いんですけれども、詳しく知りたい方は諏訪大社ホームページの御柱祭の項目をご覧いただけたらと思います。さざれ石作るのだ。では次にさざれ石を作っていきます。さざれ石は自然石なので形はまちまちですが、ここのは上がちょっとへこんだ、無理に例えると二こぶラクダみたいな形をしておりまして、まずはシリコンモールトに石膏を流し込んで小さめの岩を作っていきます。それで次はちょっと石が逃げないように囲って石を積み上げたところに木工用ボンドの水溶液を垂らして台座を作ります。で、乾ききらないうちに囲いは外しまして、次に形を整えた石膏にすでにウェザリングカラーのオーカーソイルを塗ってしまっておりますけれども、さらにこの上から乾ききらないうちに茶色系、私はステインブラウンというのを使っておりますけれども、これを塗ってさらに乾ききらないうちに今度はマルチグレーという灰色をのせていきますと、色でいうところのマゼンタみたいな色になります。で、最後は黒でちょっと陰影をつけますとこんな感じに出来上がります。これを先ほどの石で作った台座の上に乗せまして、次はこれは100均とかで売ってるキャンプ用の種火に使う素材になりますけれども、これをちょっとねじって輪っかにして岩の上に置いてから木工用ボンド水溶液で全体になじませて、その後乾燥させた後、緑のプランツ類を前方に配置いたしまして、さざれ石の完成でございます。それでしめ縄の下にあるちょっとギザギザの白いやつなんですけど、これをしてと言いますが、これはちょっと表現不可能と判断して今回は省略しております。あとちょっと順番は前後しますけれども、タミヤのウェザリングマスターを使って屋根のウェザリング、私はあまりくどめのウェザリングをしない方ですけれども、こういったちょっと水が比較的たくさん流れるようなところには黒でなぞっていって仕上げております。その後外作とパウダー類、プランツ類をこのように巻きまして、あとはレイアウトの上に運んでみたのがこんな感じでございます。右側は最初に紹介したペーパーキットの小さな神社の社殿で、ちょっとお稲荷さん的な雰囲気で細めの小道でつないでおります。この山全体はまだできておりませんので、いろいろと変わるかもしれませんが、暫定的にこんな感じにしておりまして、左の方は一番端になりますので、あまり物を立てたくはないんですが、ちょっと殺風景なので樹木など生やしてみようかなと考えているところでございます。では上から見た御柱がこんな感じでございまして、諏訪大社下社秋宮の完成でございます。では今回は諏訪大社をいろいろ見てまいりましたが、この動画を作るにあたっていろいろと調べていけばいくほど興味深くなりまして、歴史の沼にはまってしまいそうになっております。私は次の列車を決めて旅をするので、次の目的地へそそくさと行ってしまいますが、今度は予定を立てずに諏訪大社4社すべてを回るという新たな目標ができた次第でございます。ということで最後までのご視聴ありがとうございました。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。